ある意味チェックリストをやらないっていうことは計画しないに近いんですよね。自らそれを望んでやるってことになりますし、私は言われたことだけやりますよっていう意思表示にもなりかねない。例えば急な退職とか産休育休入りますとか、そういった時にスムーズに業務をこうスライドすることができたりするんですよね。はい。こんにちは、万次です。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがチェックリストと日報の重要性ということで、はい。どういった内容なのか、はい、お話していきたいと思います。はい、これも、新入社員とか若手向けにですね、ビジネススキルの基本として教えている一つになるんですけども、本当に、その通りですね、チェックリストと、やっぱ日報、これの重要性ですよね。日報っていうとですね、なんかすごい嫌なイメージとかですね、結構書かない人多いとかですね、はい、チェックリストも結局会社としては作ってあるけど使わない人が多いとかですね、結構そういう人散見されるなと思うんですけど、なんでやっぱそれをやらなければいけないというか、なぜやるのか、すごい重要ですよということを今日お話したいなと思いますと。チェックリストとか日報とかの目的って結局業務の生産性向上のために、いわゆる PDCA、計画して実行して振り返って改善する、こういうサイクルを回すことがとても重要なんですよね。チェックリストっていうのは、これも書いてある通り、いわゆる計画と実行の可視化ですよ。はい。そして日報っていうのは、振り返りと改善のための記録であると。チェックリストはですね、シンプルにその業務の抜け漏れ防止とか、優先順位の明確化に役立ちますし、日報っていうものは計画と実績のズレを可視化して、要は改善点を見つけるためのツールであると。これら2つ組み合わせることで、業務の効率化や標準化、そういうことを進めることができて、継続的な改善ができますよと。習字とかですね、本当は日時もそうですけど、日時、週時、月次とかですね、振り返りを行って、データ元に業務の最適化を図ることっていうのはとても重要なんですよ。ということをお伝えしていきたいと思います。ありがとうございます。これ書いてある通り、今も言いましたけど、チェックリストは何なのか、計画と実行の可視化ですと。日報っていうのは振り返りと改善のための記録であるということですね。はい。例えば、ちょっと話しますけど、生産性向上ってすごい重要なテーマで、日常的にやっぱ業務を検証し改善することって必要なんですよね。そのための仕組み作りなんですよ。やっぱ業務改善をしようと思った時にですね、大体のプロセスとしてやっぱりまず現状を可視化して把握する。で、計画を組み直す。実行して検証して改善策決めて、また実行検証してみて、でよかったら計画を変えてみたいなね、こういうサイクルを常に回すことなんですよね。ある意味チェックリストをやらないっていうことは計画しないに近いんですよね。日報しないっていうことは言うならば検証しない。実行だけじゃん。極論そうなりますと。言われたことだけやってればいいんでしょうの状態になりますね。自らそれを望んでやるってことになりますし、私は言われたことだけやりますよっていう意思表示にもなりかねないと。僕はそう思ってるんですよね。改めてですけど、チェックリストと日報が生産性を高めますよと。チェックリストの役割からいきますけど、僕らアップルではですね、基本的にやっぱ業務一覧表というものを作ってます。いわゆるこれが一般的に言ったチェックリストのようなことかもしれません。役割としては、書いてある通りですけど、どの業務を誰がいつ行うかっていうのを明確にするわけですよね。あと、抜け漏れ防止ですよね。メモの大切さのパートでもお伝えしたんですけども、人間そんな覚えてられないですよ。本来、例えば1日8時間あるとして、仕事がいくつかあるじゃないですか。単純な1個の作業をやってるんだったら、ずっとそれやっとけって話ですけど、でもなかなかそういうことないですよね。だとしたら、いつ、一日の中でいつ、誰が何をする？自分がの場合だったらいつ何をするかを8時間分全部覚えてられる人って結構いないですよ。だからやっぱり覚えてなくてもいいことを忘れるために一つのタスクに向かったらそのタスクに集中したいから作るわけですよ。でもそうして集中しちゃうとつい忘れちゃったってよくやるんですよね、みんなね。うちの会社でもよくあるんですけど、毎日やることが決まっていて同じだから
別にチェックリスト作る必要がない、見る必要がない。こんな人いるんですよね。これの人はね、大体ね、なんか抜けますね。記憶に頼ってるんで。結局抜け漏れ防止には一番チェックリスト、業務一覧表が適切なんですよ。特にオペレーションとか、オペレーションじゃなくても毎日必ず決まってやることがある人とか、毎週決まってやることがある人とか、そういう人には絶対に必要です。あとはやっぱ優先順位の確認にもできますよね。業務の重要度っていうのが僕らの業務一覧表だと A、B、C と書いてあるわけですよ。多少イレギュラーが発生した時にも、やるべきことは最も重要なのは何かみたいなことを振り返れますし、一日一日その時間で確認ができるので。なんでポイントとしてはやっぱ業務一覧表、チェックリストで業務を整理すると、俗人化にならずに標準化が進みますよ。できれば、パート図って書いてますけど、業務の流れや所要時間を可視化、活用すると結構無駄が見えてくるんですけどね。ちょっとうちの例を出すと、やっぱチェックリスト業務一覧表を作って、なるべく抜け漏れなく業務を洗い出すってことを結構するんですよね。毎日必ず、あなたの仕事で毎日やらなきゃいけないことは何ですか？はい、それ日時ですね。週に1回、2回とかやらなきゃいけないことなんですか？はい、これ週次の仕事ですね。毎月必ずやらなきゃいけないことなんですか？はい、それは月次の仕事ですね。年次で何月にやらなきゃいけない仕事ありますよね。はい、その年次の仕事ですね。あなたの業務において、それぞれの仕事をまとめて業務一覧表を作っちゃう。随時っていうのは、日時でやることでもないけど、時系列は決まってないけど、一定数発生する仕事、業務みたいなのを返したりしますと。だからうちはこういうのを作りますと。でさっき言ったそのパート図みたいな話ですけど、業務フローをやっぱり日報とかで使ってですね、可視化した後に業務一覧表を作りながら、できれば、誰がいつ何をきっかけにどう判断して行動しているかを可視化した方がいいですね。こういうことになるとさっき言ったまさに標準化、同人化しないんですよ。こんなことを結構一個の業務において誰でもできるようにするために書いてたりしますよね。これはめちゃめちゃちっちゃくて多分もう今見えないと思うんですけど、例えばこれってうちの例で言うと、お客様から来るアンケート、CS アンケートの要は受け取ってから例えば処理するまで、対応とか処理するまでは全部フローなんですよ。この1個の業務ですね。すごい、そこまで決まってるんですね。例えばこれも分かりやすく言うと、そもそも月にどれぐらい引っ越しをやってて、だいたい返信率これぐらいだから、これぐらい枚数来るよねと。はがきとウェブでこのぐらいの割合で来るよね。これは直近のデータから出して。でそうすると、だいたい月曜日から日曜日まで毎日このぐらい処理しなきゃいけないよねって、だいたい統計学なんで出して、でそれぞれ例えば CS アンケートの処理だっていう仕事に関しても大きく1、2、3で分けて、さらに1の中に5工程、2の中に2工程、3の中に1工程、2工程ぐらいか。ちょっと重い工程が入ってますよと。こんな感じで分けて、だからこういう風に分けておくと、例えば急な退職とか、産休育休入りますとか、そういった時にスムーズに業務をこうスライドすることができたりするんですよね。次、日報の役割ですけど、主にやっぱそうですね、書いてある通り、計画と実績のギャップを見える化するためだったら、予定してた業務が実際にどれぐらいでできたかを記録することで改善点が明確になりますと。予測と実績をちゃんと比較して時間の使い方を見直せますと。あとは問題の早期発見もありますよね。うまくいったこととか予定より時間かかったことを振り返ることで業務の課題発見できますし、もうボトルネックの特定が早いし、その効率化のための対策ってすごい立てられますと。あとは、継続することでやっぱり業務がすごい最適化されていくので、週次月次で振り返りを行って業務の見直しや調整が可能ですし、業務量や必要なリソースを見積もることで無理なく業務を進められますと。なんかね、PDCA が大事だと昔から言われてますね。計画して行動して振り返って改善すると。なんかちょっと細かく言うとね、do みたいに言う人いますけどでも原理原則はでも PDCA だと思うので、とにかくやっぱりそのサイクルを回すっていうことにおいて重要なのは、2つだっていうことのうちのこの1つですと。うまくいった点とか課題とか改善策を日報に記録し、週次月次の振り返りに生かすって書いてますけど、うちではこんなことやってますと。日報がありますと。予測、いわゆる計画と実績をこう見るわけですね。それぞれうまくいったものと課題があるものってもう2つに分けるわけですよ。1個ずつの業務。なるほど。多分ですね、こっちの方がフォーカスされるんで、まずこっちからいくと、課題があるものを掘りますよね。これ課題があるってなんだって言ったら予実際があるものですよ。予定よりも時間かかってる状態だと。これがあった時に、大体2つの種類また見に行くわけですけど、原因ってボリューム型かスキル不足なんですよ。
要はね、そのボリュームが増えすぎちゃったか、はもしくはその人のスキルが足りないか。い。要はその僕らで言うとチェックリストを作って日報を作って常にこう回してるので、この業務って大体これぐらいだよね、これぐらいで終わるよね、例えば1人が1時間で終わる仕事だよねとか、1枚あたりこのぐらいかかるよね、例えば何かのアンケートの処理とかもそうですね、はい、で統計を取ってって言い方悪いですけどそれなりの基準値になってるんで、それを大きく上回るってことは実はボリュームが多かった。要は通常ずっと100枚で基準として処理してたのに、いきなりこの日なぜか200枚ありました。そしたらね、本当は倍にならなきゃいけないんで。確かに。でもそういう場合時間多くなってますよね。これはそうなのかなと思って見るんですね。なるほど。これでもボリューム多かったら単純にボリューム多いだけだから、さあ計画が甘かったよね、今日の今週のみたいな話。でも反対に、あれボリューム正常だぞとなった時には、そしたらこの人のスキルが足んなかった。かもサボってたかしかないわけですよ。確かに。はっきり言って。で、そうすると、ボリューム方だったらとにかく次は計画をちょっと変えればいい。はい。ボリュームが増えた時はね。でもスキル不足だったらこの人の今足りないスキルはこれなんだって認識がすることになりますよ。じゃあそれ鍛えていきましょうよっていうのをサポートしていくわけですよ。なるほど。ちょっとその前かなに、例えばチェックリストを組むときに、自分のスケジュール組むときにみんなやりがちなのがパンパンに詰めるんですよね。パンパンに詰める。パンパンに詰める。8時間パンパンに業務詰めていくわけですよ。でもやっぱ8時間1日あったとしたら1時間ぐらいバッファ時間取っといた方がいいか、もしくはバッファ時間の取り方も考えておけばいいんですけど、イレギュラーな仕事っていうのもゼロではないと。だからその課題が出た時って見ていくとなんかイレギュラーな仕事が入ってたりするわけですよね。はい、このイレギュラーな仕事ってでもこれ実はでも慢性的に発生してる。1週間に1回ぐらいこれ発生してないみたいな。だとしたら習字の仕事で組み込めばいいんじゃないのみたいなのが、いや本当にイレギュラーで発生だから別に計画を変える必要ないよね、スルーしようと、はい、しょうがないこれはというのかと、こんなことをこう詳しい状況を確認しながら原因をすぐ確認できるわけですよ。うまくいったであれば、強いて言うならさらに良くする方法ないかなとか、逆にいつも60分で計画したけど、ずっと私40分で終わらせられますっていうのが続いてたら、計画時にもう60分いらないよねと。だったら20分はこの時間に回した方がいいんじゃないと。じゃあこれはまあ40分、強いて言うなら45分とかに計画変えましょうよと。これで新しい仕事できるスペース増えましたねみたいな。もしくはね、バッファーの時間として自分に違う観点でね、できる仕事の枠が増えますよみたいな話なんで、そういうふうに、これをだからこう、自分で一番一人でできればいいんですけど、できなくても上司とかがこういうその日報とか、はい、仕事の内容に似た週報とか、そういうのを用いながら、できればその日時後とか週時ごとに軽いフィードバックでもいいから、これを全部やるべきなんですよ。なるほど。はあ。本当に日報だったら毎日やるべきですよ。アップルさんでは、日報は徹底してるんですか？そうですね。現場の仕事とかはちょっとまだ浸透できてないというか、適切なのが見つかってないんですけど、営業職とか管理部門とか、基本的にはもう日報をほとんど完備して、これ当然ちゃんとやるやらないの個人差はありますけど、なるほど。結果やっぱり見てると、ちゃんとこういうのできてる人が業務改善されますよね。はい。できるとですね。ありがとうございます。ちょっとこの辺はこういうこともやってますよって話なんですけど、はい。さっきのね、ボリューム型とか、スキル不足とかの例で言った通り、その基準を決めるっていうのもそうですし、問題が発生した時に、これなんでだっていうのがすぐこう進めますよね。今いろいろ紹介しましたけど、具体的な活用例としては、僕らの場合、その業務一覧表が毎日あるわけですよ。これを日報に変換したりとかして、業務一覧表とチェックリストがあって、それに実績を書く。これがまさに日報ですよね。みたいになっていると。だから、計画から始めるわけですよ、毎日も。今日はこういうスケジュールで、あなたがこれやって、私がこれやって、いつまでにとか、毎日細かい計画も立てながらやると。なるほど。あと、業務終了後にやっぱ日報記録。日報記録って日報を常に書いておけばいいんですよ。はい。業務終了後にできれば、実績はもうすでに書いてある状態で、振り返りをちょっとさせればいいと。まさにさっきの、それこそ自分にこのポイントだけ出しておけと。この右側の内容に即すとこだけ書いておきなさいと。で、書かせればいいんですよね。それで課題が出たら原因分析して改善策を一緒に考えたりとか、もしくは提案させればいいと。本当は日報でもそうですし、週次でも月次でも、当然週次月次の仕事もあるんで、集計して進捗や問題点を共有するし、月次、週次の仕事にも確認同じように入ると。はい。なんかちょっと本当これも細かくては見えないと思うんですけど、やってることとしてはこんな感じですよね。準備して、これ似てますけど、計画して、で、実行して、振り返りして、で、また、そのチェックリスト、業務一覧表を修正して、で、またそれに即して日報書いてとか、こんなのぐるぐる回してる感じですよね。そうするとやっぱ生産性誰でも高くなりますし、チームとしても成果上がりますよね。
まとめるとですね、チェックリストでやっぱ計画実行、日報で振り返り改善、このサイクル回すことで生産性が向上し、業務の無駄を減らせますと。はい、考える時間に自分も当てることができますよね。バッファーの時間とかね。はい。ポイントとしてはやっぱやるべきことを明確にして実行する、改善するの流れは大切ですと。チェックリストで日報を組み合わせることで仕事の効率も上がりますし、週次月次での振り返りを習慣、本当は日時もやった方がいいんですよ、最初は。新入社員とかの方は日時ですよ。はい。振り返りを習慣化すれば、なんでしょうね、もうそれこそ計画して実行して振り返りしてフィードバックを受けて改善して、これが要は回した回数分成長するとか業務ができるようになるわけじゃないですか。チームとしての成果が上がるんですよ、個人としても。はい。これどんだけ回したかみたいな話でいくと、これをやっぱり、細かくやってるところ、チーム、リーダーがやっぱ結構結果出ますよね。なるほど。はい。ありがとうございます。すごく実用性のある話、めちゃめちゃありがたいです。はい。はい。ありがとうございました。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていてとても励みになります。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。